福岡市に住む三池千尋ちゃん。周りからはちーちゃんと呼ばれています。ちーちゃんは生まれつき皮膚が乾燥して剥がれ落ちたり赤くなったりする難病魚鱗癬に失明の恐れのある角膜炎と耳が聞こえにくい症状が重なる KID 症候群を患っています。発症は100万人に1人と言われていて、現在確立された治療法はありませんが、人に感染することはありません。お願いします。じゃあちょっとこちら確認してもらいます。今年6月、ちーちゃんは福岡大学病院を訪れました。 CT や心電図など丸1日かけて検査を受けます。難聴のちーちゃんはこれまで補聴器と手話を使いながら生活していましたが、より音を聞き取りやすくできるよう人工内耳の手術を受けるのです。手術はもともと去年8月に予定されていましたが、体調や検査結果などの影響で3回にわたって延期を繰り返してきました。1歳半くらいまでに手術をした方がいいと医師に言われながら、思うように手術が行えない状況に母親のひなこさんは焦りを募らせていました。2歳で、なんだろう、やっぱ周りの子話し始めてるから、やっぱなんかまあ最近ちょこちょここう遅れが出てるかなって思うかも仕方ないんですけど、早く手術して、まあ、少しでも音を、ちょっと聞かせてあげたいなと、待ちに待った今回の手術。検査結果に大きな異常はありませんでした。人工内耳は音を電気信号に変換して脳に伝える装置で、耳の奥に埋め込みます。で耳の後ろからちょっと頭皮にかけてね、こう皮膚切開を入れて、で皮膚と皮下の組織を剥がして骨を出して、でドリルでガリガリガリとこう骨を削ります。補聴器をつけても太鼓などの大きな音しか聞き取ることができないちーちゃん。手術によりその聴力がかなり改善されると担当医は話します。ささやき声ぐらいっていうふうに言われますかね。はい。それぐらいは聞こえるようになる。そうですね。ただささやき声、かなり近い距離でっていうことになると思うので、言葉を獲得する力が正常であれば基本的に皆さん喋れるようになります。言葉の遅れを心配していた両親。手術への不安を感じながらもちーちゃんの変化を楽しみにしています。説明受ける前まではちょっと心配してたんですけど、お願いしてよかったなと思ってちょっと安心してます。今よりも少しでも聞こえが良くなるように、なんかもっと娘が過ごしやすくなるようになっていけたらいいと思うので、明日はちょっとみんなドキドキするけど頑張りたいなと思います。緊張と期待にあふれたおよそ8時間の手術は無事に終了しました。体調にも大きな影響はありませんでした。こんにちは。無事に終わりました。痛くて泣いてとかいうのはそんなになくて。手術から2日後、早速人工内耳から音を聞くための調整作業である音入れが行われました。そしたら電極一本一本に、刺激ちょっと入れていきますね。ちーちゃんの反応を見ながら刺激の大きさなどを調整します。最初はあまり反応がなかったものの、一回出します。あったなんかピーピーきたちーちゃん。何か今のはここの刺激か。
感じれたんだと思います。音への反応が少し見られたことで、ひなこさんにも安心感や喜びがこみ上げてきたようです。手術するまでにもいろいろもずっと延期を繰り返してたので、やっぱ一番は本当に安心した気持ちと、もうここまで来れて嬉しい気持ちと、でなんか一回だけちょっとさっき音たちがこう刺激に反応してくれたので、なんかもう純粋にもう嬉しかったです。はい。恥ずかしがってます。手術からおよそ10日、退院して保育園にもこれまで通り通うようになったちーちゃん。少しずつ変化が現れています。ちーちゃん、ちーちゃん。割と私の声よりパパの声の方がなんか反応してる気がしますね。長期って基本的になんかこう前からこう顔の近くで話しかけてあげてたんですけど、大事になってからなんか前じゃなくてもなんかね、横やったり本人が歩いてて後ろから「ちーちゃん」とかでピクってなんか反応したりするから、全然違うですね。一方でまだまだ不安に感じることもあるようです。自分の声をなんかボリュームのこう調節っていうのは全然やっぱり難しくって、こう叫んでしまうみたいな感じがやっぱり。昨日もお店にご飯食べに行ったんですけど、やっぱり本人はなかなか自分の声の大きさにねわからないから、もうずっと叫んでました。ようやく実現した今回の手術。ちーちゃんの聴力に大きな変化を感じた両親は、これから少しずつ人工内耳の効果が現れていくことに期待を寄せています。言葉を覚えて話せるまでどれくらいかかるかわからないんですけど、でもちょっとね頑張っていきたいなと思いました。ひいばあちゃんがこの内耳つけたところを見せて、もうゆっくりでいいゆっくりでいいみたいな、焦らんでいい焦らんでいいみたいなこう言ってくれて、もうそれがすごい嬉しくて、でなんか、ね、時間かかってももう焦らずこの子のペースでいきたいなって思ってます。